ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、岸田首相のウクライナ訪問について解説していこうと思います。これまで各国の首脳はウクライナにすでに訪問しています。アメリカのバイデン大統領の場合だとウクライナには行っていないものの、逆にゼレンスキー大統領の方がアメリカに行って直接対談などを行っています。しかし日本の場合だと、ゼレンスキー大統領とオンライン会議はしているものの直接会ったことはありませんし、また主要閣僚のウクライナ訪問もしていません。今年は G7 サミットの議長国がまさに日本であり、ウクライナ支援をどうするかといった議題はサミットでも主要議題の筆頭に入ってきます。日本は現在の憲法下法律下においては軍事支援ができない国であり、G7 の中では唯一軍事支援も行っていない国です。その上ゼレンスキー大統領とも会っていないし、ウクライナにも誰も行っていないというのであれば、議長国として調整するにあたって、結局のところ一番の蚊帳の外は議長国の日本ではないかということにもなります。というわけで、岸田首相はウクライナに行くことを検討したというわけです。ただしこの発表には非常に問題があるので、そのことについて指摘をしておきましょう。まずはどのようなニュースが流れているか見ていきます。首相がウクライナ訪問検討、侵攻1年に向け、現地情勢など見極め。木原誠二官房副長官は22日のフジテレビの報道番組で、岸田首相のウクライナ訪問について、しっかり検討はしていかなければいけないとの考えを示した。政府は現地の情勢や通常国会の審議の推移を見極めた上で、ロシアのウクライナ侵攻から1年となる2月下旬に向け、首都キーウでゼレンスキー大統領との首脳会談を目指す。木原氏は、首相のウクライナ訪問について、具体的には何も決まっていないとしつつ、G7 の大きな議題の一つは間違いなくウクライナだと説明。5月に広島で主要7カ国首脳会議 G7 サミットが開かれることも念頭に訪問を検討するとした。首相官邸の幹部によると、訪問はロシアの侵攻が始まった2月24日に向け検討する。国会で新年度予算案が審議されている最中となるため、週末などに合わせた短期間の日程で調整したい考えだ。首相は6日のゼレンスキー氏との電話協議で、キーウ訪問を要請され、記者団に諸般の状況も踏まえて検討していきたいと述べていた。ウクライナ侵攻後、G7 ではイギリス、カナダ、ドイツ、フランス、イタリアの首脳がキーウを訪問。アメリカもバイデン大統領が訪米したゼレンスキー氏と会談した。G7 首脳で対面の会談をしていないのは日本だけだ。外務省幹部は、日本は軍事支援ができず、G7 の中で何ができるのかと見られがち。行けた方がいい。民生分野での支援策の提言を想定する。ただ、訪問の実現にはハードルも多い。ウクライナ入りは隣国ポーランドから陸路を想定するが、警備や移動手段の確保が課題となる。首相周辺は、現地の情勢は危険もあると話す。国会審議などの推移によっても調整が難航する可能性がある。今回の情報の出し方というのは私は非常に問題があると思っています。特に何月何日にという具体的な日にちをわざわざ挙げている点などは最悪の部類に入ると思います。2月24日というのは去年まさにロシア軍が本格的な侵攻を始めた時、つまり軍事侵攻が可能だと考えられる期間の話ですから、それなのにわざわざ情勢を見極めつつ行くかどうか調整するというのもおかしな話だと思います。また、具体的にこの日をめがけていくよなんていうことを事前に発表するというのは、妨害する方としても非常に簡単です。例えば、2月24日のウクライナ訪問を目指して日本から立ちましたよ、ポーランドに着きましたよなんていう情報をもとにしてロシア側が妨害しようと思えば、その前日あたりからウクライナの首都キーウに向けてミサイルを何発か撃ち込もうという動きをするだけでも、岸田首相はウクライナ入りをためらうことでしょう。ウクライナには防空兵器の供与が進んでいますが、しかし、撃ち落とされても構わないのであれば、ロシア側としては特に気にせず何発か撃ち込むだけで、日本外交なんてあっという間にぶっ潰すことができてしまうわけです。そういった意味で、今回の訪問日をわざわざ公表するというやり方は、愚の骨頂だと言えるでしょう。なお、私自身は、岸田首相はウクライナを訪問すべきだし、ゼレンスキー大統領と直接会談も行うべきだと考えています。ですから、ウクライナに行くことを非難しているのではなく、この情報のあまりにもずさんな管理の仕方を批判しているわけです。
なお、実際に会った際には人道支援や経済支援についての話を行い、ウクライナを支持している、そのような話をするだけでも別に問題はありません。なぜならば、ウクライナ側も日本の現在の体制においては軍事支援ができない国だというのをすでに分かっていて、当初から日本に対しては経済支援、人道支援、そして戦後復興の助けを求めています。ですから、岸田首相が会いに行ったんだから別にこれで軍事支援をしますと宣言する必要はないわけです。ただやり方としては、他の国の首脳はどうしていたかといえば、事前に行くということは言っていたとしても、何月何日に行くなんていう話はしていないわけです。また、実際にウクライナの首都に到着した後、そして実際にはその場所にもういないような、後から情報を次々出していくという形をとっています。安全管理をする上ではそれで十分なわけです。また、ここ最近では CIA 長官がウクライナを訪れて、今後のロシア軍の動きをどう分析しているか伝達したと言われています。これなどもすでにウクライナから去った後で情報が出てきていますし、また今日の話では、イギリスのボリス・ジョンソン元首相がウクライナを訪れてブチャを視察しています。これなども情報としては別に事前に行くよという話ではなく、行った後で情報が出ているものです。やり方としてはもうそれが定着しているので、今回の日本のように事前に行く日を公表するなんていうことをしている国は他にはないとさえ言えます。さて、日本外交のかなりお粗末さというのをちょっと一旦横に置いておくとして、ここ最近のウクライナ情勢の話をしておきましょう。まず第一に、ドイツが戦車供与の話を見送ってしまったということもあり、戦車を供与したいなという国々の動きは活発になっています。現在、ウクライナに対して、レオパルト2戦車の供与しても良いと方針を示している国は、ポーランド以外には、フィンランド、スウェーデン、チェコ、スロバキア、オランダがあります。その他にもスペインが保管しているレオパルト2については、部品取りも含めての供与も検討していると言われています。そしてポーランド自身はこれらの戦車を供与して良いと考えている国々で連帯をとって、ドイツに対する外交的な圧力を高めていくという話をしています。このような状況下にあって、ドイツはさあどうするかといったら、ドイツの新国防大臣は4週間以内にウクライナを訪問するという話をしています。この訪問日については具体的には発表されていません。それで問題ないわけです。それを置いておくとして、実際に行って何を話し合うかといえば、戦車供与についての話し合いを改めてウクライナと調整するのかと言われています。少なくともわざわざウクライナにいて戦車供与は行いませんなどとお断りの話をするわけではないでしょう。また外交的な圧力の高まりも受けて、ドイツ自身はレオパルト2戦車を保有している国においてウクライナ兵を訓練することは問題ないとしています。これを受けてポーランドはウクライナ兵を受け入れた上でレオパルト2戦車の訓練をさせることを発表しました。ウクライナに戦車そのものを渡すことについてはまだ許可はされていないのですが、訓練すること自体はドイツ自身も認めたのであり、完全に未来永劫戦車を供与しないと言っているわけではないという雰囲気は一応出しています。そしてアメリカの動きなのですが、現在アメリカの下院を制している共和党の中で、ウクライナに対して M1 エイブラムス戦車を供与すれば良いじゃないかといった意見が出されています。現在のバイデン大統領は民主党側の方ですから、それに対抗する形で共和党があります。そしてその共和党の中から今のバイデン政権は軍事支援がぬるいという話が出ているわけです。このあたりの事情というのは共和党が分裂していることを少し意識しなければなりません。共和党の中にはアメリカ第一主義が行き過ぎてしまって、もう国際情勢なんて関係ない、とにかく金はアメリカだけのために使えという人たちが、ウクライナ支援なんかもやめてしまいという人たちがいます。一方において共和党の中には反ロシアといった意味合いにおいて強硬派の人たちもいます。これらの人たちにしてみれば、ウクライナに対する軍事支援もっともっとやればさっさとロシア軍を撃滅できるじゃないかというふうにしてバイデン政権を突き上げる人たちもいるわけです。ですから現在の共和党の中からエイブラムス戦車をなぜ供与しないんだという批判が出てくるわけです。このあたり共和党がどちらの方で意見が統一されるか、主流派がどっちになるかというのはまだまだわからない部分がありますから注意しなければなりません。しかし少なくとも共和党の上院側の方であればウクライナ支援はもっとすべきだという話をしていますから、なんとかそちらの方でまとまってほしいものです。
最後にロシア側の話も少ししておきましょう。ここ最近目立って面白いなと思えるのは、モスクワの政府機関の建物の上に対空兵器を乗せ始めています。ウクライナ軍はまだモスクワを直接攻撃したことはないのですが、もしかしたらモスクワ攻撃をしてくるかもしれないなと、プーチン大統領は少し心配になったのかもしれません。その証拠に政府機関だけではなく、彼の立ち寄る住居などにおいても、その地域を守るための防空兵器が設置されているという話も出ています。プーチン大統領はウクライナの一般市民を攻撃しています。それと同じようにしてきっとウクライナ軍も一般住宅を攻撃してくるかもしれない、私の家も危ないかもしれないと思っているのかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。